ルクレチアです。極グラシャラボラス透滅線の解説です。はじめに使用するマクロはこちらです。概要欄からコピーできますのでお使いいただけましたら幸いです。次にフィールドの説明です。フィールドマーカーは早々に消滅するので置いてません。当バトルにおける特殊な床を紹介します。フェンスで囲われた破損した床です。ボスおよびフィールド外からのビームは遮蔽できませんが、吹き飛ばしでは止まります。次、コンテナです。ビームの遮蔽が可能で吹き飛ばしも止まります。次、2階です。このバトルでは床に高低差が発生し、低い方を1階、高い方を2階と表現します。光る床を踏んで飛び乗ると1秒間の転送装置利用負荷でバフがつきますが、気にする必要はありません。ボスからのオートアタックはヘイト1位が対象ですが、ヘイト2位への強攻撃もあるので ST の方はご注意ください。ではお待たせしました。戦闘開始です。オーバーブースト。詠唱中、ボスの周囲に雷の玉が発生します。玉の出方で爆雷による攻撃の性質が変わります。玉が左右で合計4個出ているときはタンヒラと DPS でペア受けする頭割り。玉が合計8個出ているときは8人それぞれに範囲攻撃。以上2種類あるので玉の個数を見てマクロ通りに処理します。詠唱完了でボスにオーバーブーストのバフがつきますが、演出なので気にする必要はありません。ブーステッドエクスプレス。詠唱中、フィールド北に青い光が1階と2階に分かれて現れます。詠唱完了でノックバックと物理ダメージ。北の光からは階に応じた直線攻撃があります。ノックバックはアムレンを使わずともフェンスの前にいれば近接は殴り続けることができます。直後に爆雷。オーバーブースト詠唱時の弾の発生数に応じた攻撃です。マクロに従って3回してください。オーバーブースト、弾の数を確認します。ブーステッドバキューム。詠唱完了でボス方向に引き寄せ後、北から2マス分にダメージが発生します。直後爆雷。オーバーブースト詠唱時の弾の発生数に応じた攻撃です。コンテンツを通してブーステッドがつく攻撃の後、オーバーブーストに対応した爆雷が来ます。アンリミテッドエクスプレス。全員に物理ダメージを与えつつ後ろの車両に飛ばす演出付き攻撃です。距離減衰ではないので前で殴っていて大丈夫です。オーバーブースト、弾の数を確認。炊飯器出撃。エスコートタレットが東西に出現します。タレットは直線攻撃をしてきますが予兆として紫に光ります。ブーステッド付き攻撃&エレクトロレイ。前者は最初に説明した通りですが、先に東西どちらかのタレットが直線攻撃を仕掛けてくるのでコンテナで遮蔽してからブーステッドと爆雷の処理をします。フェンスにビームの遮蔽機能はないので必ずコンテナで防ぎましょう。オーバーブースト、弾の数を確認。タレットが光るのでコンテナで遮蔽。タンク2人は左側、その他は右側で処理します。サンダーバーストはヘイト1、2位への強攻撃。タレットの処理が済んだら MT は前より、ST はかぶせない程度に後ろで処理。ブーステッドさっきやってこなかった方&エレクトロレイ。タレットをコンテナで遮蔽後、ブーステッドからの爆雷処理です。2分バフを温存してます。理由は後ほど。アンリミテッドエクスプレス。次の車両へ飛ばされます。3両目初手、タンク強攻撃。基本3回の方向で処理します。果てしなき暴走。詠唱完了後、少し間を置いて別マップへ飛ばされます。
グラシャラボラスの魔力がコンテンツゲージとして溜まっていきます。100になる前にマック中央のエーテルスフィアを破壊しましょう。ルクレでは温存したバーストをここで合わせています。デメリットとして投資でのバースト回数が1減りますが、雑魚フェーズを早く終わらせるメリットを優先しています。この辺りは PT 火力に応じて温存するかしないか調整してください。このフェーズでは外周をミニチュアボラスが走行しながら、止まってはタンクへの扇形強攻撃とその他キャラクターへの範囲攻撃を定期的に連発してきます。範囲攻撃は2種類あり、外周上空で回っているグラシャラボラス本体を見てどちらかの判断をすることになります。煙突から青白い煙が2回発射された場合は33での頭割り、3回の場合タンク以外の3人に円範囲攻撃が来るので3回します。2回なら頭割り、3回なら3回、全ての攻撃に対してボス基準で図のような陣形になります。ここは特に平荷の位置で意見が割れそうなところです。承知しております。平荷を最南端に置いた場合、両脇の DPS がタンクへの奥義範囲に当たるリスクを抑える意図で図のようになりました。最終的に流行ったやり方を採用してください。では続きを流していきます。一時停止中、煙突からは2発目の煙が出ているところでした。バーストをエーテルスフィアに叩き込むと攻撃が 1,2 回で済みます。果てしなき暴走、全体大ダメージです。線路がフィールドを横断するので離れたくなりますが、距離減衰はありません。ダメージを受けて3秒目へ戻ってきます。衝撃波、全体ダメージと同時に腕が生えます。サンダーバースト、タンク強攻撃。ディレールパウンド、頭割り付きのいわゆると1回目は3連撃で回を重ねるごとに連撃数が増えていきます。ディレール、車両をちゃぶ台返しします。車両からの落下は命に関わるので、パウンドを受け切ったら後部の光る床に乗り継ぎの車両へ。4車両目の床は図のようになっています。光る床で2階に上がり、飛び降りながら一周できる仕組みになってます。この後前触れなく指パッチンをしてきます。円範囲攻撃が発動しました。ボスが両手で指パッチンした時点での各プレイヤーの位置に少し時間を置いてから円範囲攻撃、いわゆるタケノコが発生します。たまに聞こえないことがあるという話もあるので、ボスのモーションをしっかり見ましょう。ルクレでは中央にタケノコを寄せて南北でかわしている雰囲気があります。サンダーブレス&ヘッドライト、ボスの口から青い稲妻が出て、ボスの頭がオレンジに光りました。純不動で先に出たエフェクトから攻撃が発生します。稲妻なら1回対象、ライトなら2回が対象です。今回は稲妻が先で1回が危険なので2回でかわしてから1回に降ります。魔法陣展開、詠唱完了でタンヒラ1人ずつにターゲッティングのデバフが付与されます。魔法陣展開1回目です。フィールドにダイヤ型の枠線が描かれ、魔法陣型の大きい円範囲 AOE が出現します。魔法陣の中心点が北から惑星を沿うように移動していきます。時計か半時計回りかはセットごとにランダムです。ボスのお手手が合わさった瞬間の魔法陣の場所に攻撃が発生します。必ずダイヤ型の頂点で発動します。魔法陣と同時にターゲッティング対象者に従来による4人頭割りダメージが発生します。魔法陣の着弾範囲は図の4通り、そして従来の処理位置はこうなります。円範囲のアンチ内で近接勢が北、東、遠隔勢が南、西で4人受けを処理します。
頭割り内に高低差があると頭割りができません。アンチ内で2階に登れるときは必ず登って受けましょうと、ここまでが1セットで、これを3セットやらされます。魔法陣は必ずダイヤ型の頂点で発動するという話をしました。頂点の移動回数は3セットで合計8回固定です。1セットにおける頂点の移動個数は2個から4個分です。1セットごとに2個2個4個3個2個3個などのようになります。頂点の移動数を2セット目まで数えたら3セット目はアンチの予測がつくかもしれません。最後に魔法陣着弾箇所の判断方法を2種類紹介します。1つはボスの手を見ての判断です。両手間の距離が車両と同じ幅になった時点での次の頂点が円範囲の中心になります。もう1つは音での判断です。けたたましくなったら次の頂点で発動します。どんな音かというと、こんな音です。では1セット目までを説明しましたので、3セット目の終わりまで流します。3セット目までが終わると、ブレス・オア・ライトの後でタケノコです。タケノコを2階から降りたすぐのところに捨てると、2階でタケノコを捨てた人が降りてきて被弾する可能性があるので、タケノコは2階でまとめて捨てるか、1階で捨てるにしても外周など離れた場所に捨てることをおすすめします。タンク橋、ディレールパウンド、ディレールで次の車両へ飛びます。5両目はほぼコンテナで埋められていますが、このコンテナを使って敵が攻撃してきます。サイコキネシス3回、コンテナが浮き上がり、1回目はランダムで2人に大きめの範囲攻撃をしてきます。図にするとこのような感じで、コンテナが消えた部分に非対象者が集まります。円範囲の対象者がどの優先順位で左右に行くかは AOE が付与された時の位置関係による空気読みになります。2発分の円範囲を同時に受けさえしなければ大丈夫なので、フィジカルによるパワーがストロングかもしれません。受けたら指パッチンによるタケノコがあるので動かず待機します。指パッチン来たら前へ移動。サイコキネシス2回目、円範囲をなるべくダブらせず、ダブった箇所に入らず、2回目に関してはタケノコなしで代わりにタンク橋攻撃、これまで通りの処理になります。3回目は図の陣形で処理します。タケノコの範囲はこんなもんなので、捨てたら斜め移動で処理すると安全です。最後の6両目でもサイコキネシスのターンがあり、その時にまたこの3回を使えます。ディレールパウンドからのディレールで最後の車両へ飛びます。オーバーブースト、弾の数のやつです。爆雷はしばらく後に来るのでしっかり覚えておきましょう。続けて左右にタレットが湧くのでビームを遮蔽し、1回2回攻撃の予兆があるので見てよけます。
トのビームはサイコキネシスで遮蔽がなくなるので、当たらない回に行くことでかわします。5両目でのサイコキネシス3回目と同じ3回位置を目指します。間に合わなくても受ける円範囲がダブってなければ OK です。サイコキネシスを受けたらタケノコが来るので、持ち場で待機し5両目同様にかわします。タレットのビームを当たらない回で避け、ここでブーステッドの栄称爆雷処理です。タンク強攻撃。オーバーブースト弾です。爆雷は先ほど同様しばらく後に来ます。魔法陣展開2回目、今回は2セットのみです。頂点移動回数の合計は5回で、1セット目の移動が2回なら2セット目は3回です。従来による頭割りもあります。近接勢は魔法陣1回目と動きは一緒。遠隔勢は昇降機を使わず1回だけでの処理が可能です。図に起こすとこうなります。立ち位置同じでいいこともあり GCD に優しいかもしれません。当動画の場合赤間が正解の場所にいることになり、2回で予定外の3人受けをしますがなんとかなっています。2セット終わったら待機してタケノコを誘導します。ブーステッドと爆雷処理。ブレスオアライト。タンク強攻撃。その後タケノコ戦列中央を開けておくと良さげ。物理6連撃のディレールパウンド。時間切れのディレールです。栄称完了前に削り切れば勝ちです。以上で極グラシャラボラスト滅戦の解説を終わります。ご視聴ありがとうございましたなのだ。お役に立てましたでしょうか。もしよろしければ高評価やチャンネル登録お願いします。励みになりますなのだ。